はい、中国ビジネス社長の中島海地です。上半期のビッグイベントの618のセールが終了しました。アリババの GMV 制約総額は10兆円、ジンドンは4兆円、ライブコマースも一夜にして1550億円が動いたということですごい数字が出てますね。ということで今日はこの618セールの話をしていきたいと思います。この618セールの源流はネット通販2位のジンドン創業記念祭でした。ダブルイレブン11月11日の独身の日のセールの陰に隠れていましたが、上半期ではさしたるイベントがなかったので、アリババをはじめ他社も便乗するようになって、ここ数年で上半期最大のセールに成長しました。今年で17回目となり、昨年で11回目を迎えるダブルイレブンよりも歴史は古いんです。しかし活性化したのは2010年からで、やはり2009年の第1回目のダブルイレブンに触発されたのは間違いないでしょうね。ということで今年の618を総括してみましょう。今年は新型肺炎による宅経済の反動のリベンジ消費が期待されていたんです。2019年のネット通販の売上は10兆元約151億円で、前年比16.5% 増でした。それが2020年第1四半期はたった 0.8% とはいえ少し落ち込んだんです。小売総額1から5月までの全体では 13.5% も落ちたんですね。消費回復の起爆剤としてその期待は大きくて、セールの前には予測では7億人が参加すると言われていました。もう一つの注目はライブコマースです。2016年以降急速に発展していて、今年に入ってからは小売業界の話題を独占しています。ネット版のテレビショッピングですが、日本とはネット動画の視聴頻度が全く違います。そしてインフルエンサー、中国では KOL とも言いますが、その影響力は日本の YouTuber の比ではないです。今やネット界全体との焦点とも化しています。ということで結果を見てみましょう。まずはアリババです。アリババは天猫618セールの期間中に制約総額は10兆5300億円、これは新記録を達成したと発表しています。これは去年の約4倍に当たる数字になります。次にジンドンです。ジンドンの618セール期間中の制約総額は4兆600億円、前年比では 33.6% 増でした。75インチ以上の大型テレビは 300% 増、10万円以上の冷蔵庫も 300% 増、3万円以上の美容家電は 500% 増と、ハイエンドの家電商品が好調でした。ピンドードの制約総額は前年比で 119% 増でした。数人 E5、オンラインオフラインともに強い家電量販店の数人ですが、6月18日の当日の全チャンネルの売り上げは 129% 増でした。 iPhone を40万台制約しました。ライブコマースでは家電メーカーグリーの当時長であるドミン中の活躍が目立ちました。4月末初登場時の制約総額は350万円に過ぎなかったです。音声が聞こえないとか被るとかの技術的な問題が発生して、途中退場者が多く発生したんですよね。しかし5月10日のライブでは47億円を制約しました。これは自社通販サイトの2019年1年間の売上の52億円に迫る数字なんですよ。さらに続けて5月15日のジンドンとの10周年提携記念ライブにも登場して、なんと110億円を制約したそうです。そして618セールの本番6月1日のセールでは1000億円、6月18日の最終ライブではなんと4時間にして1550億円を制約したんですね。売買ゲームどころの話ではないです。これはこのドンミン中の大ブレイクこそ、この中国ライブコマースのこの勢いっていうのを端的に表しているように思います。各社いいとこ取りのデータを発表しているので、正確に前年実績と比較し信頼できるのはこのセールの創始者のジンドンの 33.6% 増かと思います。ともかく盛況に終わったことは間違いありません。ドンミン中によると、ライブコマースの出演はオフラインとオンラインライブの融合、新しいニューリテールモデルの探索だと言っています。彼女の目に今回の1550億円はどんな将来の形を示したんでしょうか。このチャンネルでは中国ビジネス情報などをメインに発信しています。
もしこの動画が良かったと思った方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では中国ビジネス社長の中島でした。ではまた。